こんにちは。ビビリオジャム始まりました。本日プレゼンターを務めます内藤潤です。こんにちは。本日ナビゲーターを務めます首藤潤也です。いきなり、番組がスタートいたしました、記念すべき第1回ですね。この番組は話題の新刊ノンフィクション、これをじっくり深掘りしていくポッドキャスト番組ということでいいですか、内藤さん。はい、そうなんです。世の中にはですね、面白いノンフィクションがいっぱい溢れてるんですけども、意外に語り合う場所ってないんですよね。そうですね。そこで、以前我々やっていた書評サイト本図、こちらの元メンバーたち5人ほど、集まって、時間を忘れるほどにノンフィクションを語り尽くしていこうじゃないかということで始まりました。時々こう集まったりなんかして本のことについてこう喋ると、結構楽しいんですよね。やっぱりそうなんですよね。で、本ってやっぱり読むのも楽しいんですけど、その後人と話すっていうところにやっぱり面白さがあるよね、というところで、場所もですね、普段我々が話している時そのままの感じをですねお伝えしていきたいなということで、今日は日本橋浜町のハマハウスというブックカフェに集まっております。はい、非常にですねおしゃれな建物で、結構広い空間でですねお借りして、お話をしております。で、第1回、本日取り上げる本は何でしょうか。はい、今日の一冊はこちらです。ビル・ゲイツ自伝1ソースコード起動。いきなり大物の本が、来ましたね。マイクロソフト創業者ビル・ゲイツということで、この名前はさすがに皆さんご存知だと思いますが、はいで、大富豪ビル・ゲイツですね、70歳を前にして初めて書いた自伝ということで、こちらの本はですね早川書房さんから12月に発売されているんですけども、全3部作の予定で、今回出たのはその第1巻ということになります。で、この第1巻で描かれるのはですね、彼の幼少期からマイクロソフトを立ち上げて成功のきっかけをつかむまでの、いわゆる青春時代というところが収められております。若き日のゲイツっていうね、なかなかちょっとそこはあんまり知られてないところではありますよね。そうですね、でこの我々が知ってるですね成功者ビル・ゲイツのイメージっていうのをいい意味で裏切ってくれる作品なんですよね。で、今日はこの本の面白さについてじっくりお話していきたいなというふうに思います。はい、楽しみです。さあ、それでは早速中身に入っていきたいと思うんですけど、まずですね、内藤さんが一番この本でグッときたポイント、それはどこになりますか？はい、まずですね、一つ目の見どころはですね、生きづらさを抱えた少年時代というところですね。なるほど、生きづらさ。なんかビル・ゲイツといえばやっぱりこう世界を変えた人っていう印象が非常に強いんで、もう生まれながらの天才でですね、やっぱりなんかあんまり貧乏な育ちじゃないような恵まれた家庭で育ったようなイメージもあるんですけど、生きづらさを抱えていた。そうですね。確かにですね、家は裕福なんですよ。で、数学が非常に優秀な少年でもあるんですね。だけど、彼のやっぱ子供の頃っていうのは、一言で言うと扱いにくい子なんですね。親にとっても、自分自身にとっても。なるほど、なるほど。それでちょっと思い出したんですけど、ギフテッドっていますよね。で、前本図でも僕もギフテッドの本を取り上げたことがあって、ギフテッドの光と影って本を取り上げたんですけど、非常にIQ が高くて、でも、その本に登場する人たちはみんな、やっぱり周囲と馴染めないとか、生きづらさを抱えていたりっていうことが書かれてたんですけど、ビル・ゲイツもそんな感じですか？そうですね。で、確かにね、ビル・ゲイツ頭に事実で、例えばね、この本の中でこんな記述あるんですよ。ちょっと読みますね。はい。僕には昔から凄まじい集中力があった。それを学校でうまく活用する方法にようやく気づいたんだ。あるテーマに本気で集中し、事実、定理、データ、名前、考え、その他何でも取り込めば、頭が情報を自動的に整理し、論理的で系統だった枠組みの中に位置づけてくれる。この枠組みのおかげでコントロール感を持てるようになったと。これって、今で言うと、自分の頭の中にもうすでに生成 AI があるみたいなことじゃないですか。やばくないですか、これ。そうですね。これ、子供の頃の話ですもんね。子供の頃の話なんですね。いやー、すごいな。で、自分に自信を持てるようになって、ちょっとね、しかも、ちょっと全知全能感みたいなのが溢れ出ちゃって、こんな記述もあるんですよ。で、大人に限界があることに僕は気づくと、家族の決まり事が危うくなった。自分で物を考えられるなら、なぜ親の言うことを聞かなければならないのか、論理的にそう考えた。
そもそも親なんていらないんじゃないか。僕は親子関係全体に疑問を抱き始めたっていう。はあ、なるほど。これは、ちょっと親御さんも大変ですよね。大変ですよね。まさに、さっきのギフテッドの光と影みたいな人で言うと、もう影っていうか、そうですね。本当に大丈夫、ビル・ゲイツみたいな。親がいなかったら、ビル・ゲイツ自身生まれてないですからね。ねえ。なのに、親に対していらないんじゃないかっていう。まあ、それだけ、もう、大人とは違う世界がもう、子供ながらにして見えてるとか、まあ、頭良すぎるとやっぱこんな感じなんだな。そうですね。権威に反発するし、理屈っぽいし、感情のコントロールが非常に苦手であると。はい。で、当然学校にも馴染めないですよね。だから、まあそんな彼にとって重要だったのが、周りの人たちの程よい導きってことと、あとはある特殊な環境だったんですね。あ、特殊な環境。はい。はい。で、よく才能は生まれか育ちかみたいなことって言われるじゃないですか。永遠のテーマみたいなね。そうですね。はい。で、これ当たり前ですけど、両方必要なんですよね。で、しかも、その二つは成功するってことに関して言うと、まあ必要条件でしかないわけですよね。で、やっぱりいくら優秀で、才能があっても、成功しない人っていうのはいるわけですから、いますね。あの時、あの場所、あの人っていう、そういう偶然が重ならなければ、やっぱ運命って大きく変わってしまうんですよね。はい、で、ビル・ゲイツにとっては、この13歳でレイクサイドスクールという学校にいたっていうことが、非常に重要なポイントだったということで、この部分がですね、前半のやっぱり最大の読みどころになるかなというふうに思います。レイクサイドスクールなんか変わった学校なんですか？そうですね。まあ、シアトルにある名門の私立校と、ということなんですけども、ここに当時ですね、非常に高価だったテレタイプ端末っていうものが導入されたんですね。はいはいはい。で、これ時代まだ1960年代後半ですから、まだパソコンなんて影も形もない時代に、中学生が存分にコンピューターに振られる環境があったということが。パーソナルコンピューターのもうさらに前の、はい。そういう端末ですね。そうですね。はい。テレタイプ端末。はい。これがね、結構奇跡的な確率なんですよね。ここに遭遇するってことが。で、しかも、ただ置いてあるだけじゃなくて、制限なしにアクセスできたってことが、まあ、ポイントで、普通なら一人10分までとか、順番を待たなきゃいけないとか、いろいろな制限がかかってしまうところ、これがないっていうのが、まあ、非常に重要なポイントなんですね。まあ、60年代後半で、その時代に中学生が、まあ、コンピューター触り放題みたいな、それはなかなかない環境ですよね。そうですね。で、これを、この環境を作るってことも、教師の先生だったりとか、あと、親の協力っていうのも、あったおかげで、夜中まで文字通り無制限にね、コードを書き続けることができるっていう、この没頭できる環境が、彼を作ったというふうにも言えるんじゃないかなと思います。そうか。さっき本の中で紹介したことで言うと、その非常に過剰なね、集中力っていうか、人並み外れた集中力を持ってるビル・ゲイツが無制限で、パソコンじゃないや、コンピューターの前身のテレタイプ端末か。はい、これを没頭できる環境があったと。はい。なるほど。そうですね。あともう一つですね、幸運だったのが、そこで2学年年上の先輩のポール・アレント、さんと出会うんですね。ああ、ポール・アレンも、テック界の、伝説的な人物の名前ですね。マイクロソフトの共同創業者ですね。はい。はい、だから、結局この二人がですね、この場所、このタイミングで出会ってなければ、今の IT 業界っていうのも、丸ごと存在しなかったって言っても言い過ぎじゃないぐらいじゃないかな、というぐらいの、そういうインパクトがあるんですね。なるほど。でもそうか。確かにね。なかなか奇跡的なタイミングかもしれないですよね。偶然かもしれないな。いや、本当ですよ。読んでいて怖くなるぐらいですね。だからもしあの時違う学校に行ってたらとか、もしパソコンの利用が続けられなかったらとか、成功者になる前のビル・ゲイツってもう本当に吹けば飛ぶような存在なんで、この数々の偶然が重なって、今のビル・ゲイツがあるという、本を読みながらですね、そんなイフをですね、想像するっていうのが、非常に面白いなと思って読んでおりました。でもビル・ゲイツは結構ここが大きなターニングポイントっていうことですよね。中学生になった、中学生で、中学生の時ですね。はい、ですね。はい。非常にこの偶然の積み重ねっていうのは面白いですね。でもこれ、とはいえ、単にラッキーだったっていうことでもないじゃないですか。はい、そうですね。もちろん、ここからがですね、ビジネスドキュメントとしての面白さになるかなと思います。で、いわゆるパソコン黎明期って、首藤さんどんなイメージ持ってます？いや、もうよくほら、自宅のガレージで、作業してたみたいな。みんな
DIY な世界っていうような、なんかそういうやっぱイメージありますよね。そうですね。はい。DIY っていうとすごく聞こえもいいんですけども、ある側面から見ると、もう一言で言うと無法地帯なんですよね。ああ、そっかそっか。だからまあ、なんか本書ってその時代のこの空気感みたいなのを個人の視点から描いた、第一級の資料としても非常に価値が高いなと。なるほど、なるほど。まだその業界自体がない時代ですもんね。無法地帯。なるほど、よくわかりますね。まあ、今の IT 業界みたいに、整理整頓されている状態じゃないんですね。で、海線山線の大人たちが跋扈する、いわゆる地味猛量の世界ということで、ビル・ゲイツ自身もですね、この本書の中で、誰もがごまかしながら前へ進んでたっていうふうにもうはっきり書いてるんですね。ああ、そうか。そういう大人たちに混じって、まだ少年のビル・ゲイツが、そこに、言ってみれば参入してたわけですもんね。そうですね。で、その中で、ビル・ゲイツが何を変えたかっていう、この最大の功績って、ソフトウェアに価値を持たせたことなんですよね。ほうほう。どういうことでしょうか。で、当時の、いわゆるパソコン業界って、ハードウェア中心の時代なんですね。コンピューターっていう巨大な箱が商品で、ソフトっていうのはそのおまけとか、付属品みたいな、位置づけだったと。だから今のスマホで言えば、本体は買うんだけど、アプリは全部タダみたいな、そういう世界観が、当時の、パソコン業界、なるほどね。そうか、ソフトウェアって言っても、だからまだルールも何もないから、なんかみんなコピーしまくってたりとか、海賊版とかなんか出回ってそうですよね。そうですね。で、あとソフトウェア同士の中でも、ガランとバザールってよく言うんですけども、ソフトウェアの中での対立軸っていうのもあって、なんかソフトっていうのは、できたらみんなにオープンに共有していくべきだよと。で、無料で使わせていくべきだよみたいな、広めることを優先するみたいな、文化と、やっぱりそこに権利があってビジネスにしていくべきだっていう主張が、なんか、両者、真っ二つに分かれてるような、状況が、あったと。その中で、ビル・ゲイツっていうのは、そこでソフトは知的財産だから、きちんと対価を支払うべきだと。もう全く空気読まずに主張して、もうめちゃくちゃ一部から反発食らったりもするんですよね。なるほど、なるほど。ガランとバザールっていうのは、ガランっていうのはあれですね、仏教で修行僧が修行する大きな建物。で、バザールっていうのは市場。で、みんなバラバラにいるみたいな感じですね。だからそれが一時期そのソフトウェアの考え方みたいなことの、比喩として、言われてましたよね。バランとガザールって、エリック・レーモンドっていう人が、そういうタイトルの本を出してますけども、そんな中で、ゲイツは、ソフトウェアっていうのは、ちゃんとした知的財産なんだと、対価を支払うべきだということを、主張したということですけど、でも、今でこそこれ当たり前だよなっていうね、我々常識になってますけど、やっぱり当時は、非常に異端の主張だったっていうことなんですかね。そうですね。で、彼が、いわゆるお勉強できるだけの優等生だったら、こういう無法地帯でサバイブできなかったと思うんですよね。で、やっぱりそこには清濁合わせ飲むような交渉力っていうのが必要で、それが、最も現れているのが、この本の中で出てくる契約書のエピソードなんですね。契約書。はい。で、彼の初期のですね、大きな仕事で、相手の企業と結んだ契約書の中にですね、ゲイツは、最善の努力ってキーワードを忍ばせるんですよ。最善の努力っていうのは、至って普通の言葉ですよね。そうですね。で、これがね、後にすっごい運命を分けるんですね。で、彼にとっての最初の大口顧客の、ハードメーカーに対して、自分たちのソフトウェアの普及を意図的に制限、したっていうことを、この契約書の文言を入れてたことで証明できたということが非常に大きくて、この一つの文言でですね、ハードの付属品としてのソフトウェアっていう位置づけから、ソフトウェア自体が独立していくような大きなターニングポイントになったということなんですね。要するに最善の努力っていう言葉が契約書に入っていて、相手側がそれをやってないじゃないかみたいな。なるほど。ちょっとあれですね。ちょっと違うかな。なんか、霞が関の官僚がいざという時のためにね、なんか前処するじゃないけど、なんかそんな言葉忍ばせるみたいなね。相当したたかですね。そうですね。だから、10代、20代のね、まだ若造ぐらいの、ビル・ゲイツがですね、百戦錬磨のビジネスマン相手に、契約書の文言一つで渡り合っていくというところで、なんかヒリヒリするような駆け引きがですね、本書の後半のハイライトになるのかな、っていうふうに思います。頭いいなぁ。
まあでもビル・ゲイツっていうと、まあ非常に、まあ頭のいいイメージあるんで、クールで、ドライな天才かと思ってましたけど、なんでしょうね。割とそういう海線山線の信用できない大人たちと、そういうふうに戦うっていう、なんかまあ非常に泥臭さを感じるところもあるんですね。そうですね。そこがなんかすごく、逆に言うとすごく好印象、自分にとってすごく好印象だったことなんですね。で、このビル・ゲイツみたいなIT 長者、たちの、本っていっぱい出てるじゃないですか。はいはいはい。で、例えばスティーブ・ジョブス、だったり、イーロン・マスクだったりとか、石戸さん読まれましたよね。そうですね。ウォルター・アイザックソンですよね、どちらもね。はい。で、あの人たちって、やっぱりなんか波乱万丈だったりとか、キャラが濃かったりとか、破天荒だったりとか。もうやばいエピソードいっぱい出てきますよね。はい。だからなんかそういうなんか強いエピソードみたいなことで言うと、ビル・ゲイツの本ってちょっと地味な、印象を受けるかもしれないんですよね。でもね、そこがいいんですよね。で、なるほど。あとね、ジョブスとかイーロン・マスクの本って、いわゆる第三者が取材して書いた評伝だと思うんです、ね。だから、まあ、外側から見た景色ってことで、まあ、あとはね、ちょっと変わった、気候だったりとか、あとはまあ、成功とか、まあ、目立つわけですよね。で、外から見た成功っていう結果も大事なんですけども、それだけを繋いでっても、人物像ってなかなか浮かび上がってこないことっていうのはやっぱ多いんですよね。で、で、これはやっぱ自伝だから、その時その時で、内面でどういうふうに考えてたかっていうのが、まあ、非常に丁寧に描かれているとここがですね、本書の唯一無二の、ポイントなんじゃないかなというふうに思います。そうか、そうか。本人ですもんね。書いてるのがね。ビル・ゲイツ本人だから、その時どう考えてたとか、どんな悩みを持ってたとか、確かにアイザックソンの本もめちゃくちゃ面白いですけどね、ストーリーテリングとしては面白いけど、確かにあんまりそういう、私の印象なんかもイーロン・マスクただの変人みたいなね、印象しかないじゃないから。いや、だから正直一言で言うと、イケてない少年時代をね、ビル・ゲイツが自分自身で誠実にここまで書いてるのかっていうのは、なんか読んだ時に、なんかエモいなっていう感じが、すごくしますね。確かに。で、あと、僕これ読むときにね、天才たちってみんなゾーンに入るためのスイッチみたいなのがあるじゃないですか。はいはいはい。ああいうのないかなと思ってずっと探して、読んでたんですよね。で、ジョブスだったら、現実をねじ曲げる、現実歪曲フィールドっていうのがあるじゃないですか。めんどくさいですよね。自分が部下だったらと思うとね。で、イーロン・マスクだったら、なんか非常な決断を下す時のデビルモードっていうのがあるわけですよ。これも部下だったらやだなで、ビル・ゲイツにもね、ちょっと似たような癖っていうのがあって、この本でね、明かされてるんですけど、それが体を前後に揺らすっていう行為なんですね。前後に揺らす。はい。で、なんか貧乏ゆすりみたいなのとちょっと違って、すごい大きくて、ロッキングチェアみたいに上半身を前後に揺らすんですって。で、集中してる時とか、気分が高揚してる時に、なんか彼は激しく体を揺らすらしくって、これがね、なんか彼のエンジンの回転数が上がってるサインらしくって、本の中でもね、脳のメトロノームのようなものっていうふうに、表現されております。今ちょっと自分も揺らしてみてますけど、全く集中できない。何の回転も上がんないです。わけわかんないですね。へそうなんです。まあでも、なんだろうな。いや、わかんない。もう、ビル・ゲイツも上司だったら大変かもしれないけど、部下としてはね。なんかでもちょっと可愛らしい感じは。そうですね。しますね。だからなんか映画になるようなね、なんか派手さっていうのはないかもしれないんですけども、なんか一人で悩める青年が、なんか体を揺らしながら、必死にコード書いて、なんか未来を切り開いていったみたいな、なんか静かな熱狂みたいなのが、まあ伝わってくるっていうのが、まあこの本の良さじゃないかなというふうに思いますね。なるほど。自伝ならではということですね。そうですね。まあビル・ゲイツというと、非常に皆さんそれぞれいろんなイメージをビル・ゲイツについてお持ちだとは思うんですけど、まあこの本だと人間的な側面がすごく出てるみたいなんで、とても興味が湧きますね。そうですね。で、あとね、ビル・ゲイツを知る上で欠かせないのが、読書家としての側面なんですよね。いや、これはもうね、有名ですよね。毎年夏と冬にね、それぞれおすすめ本というのを、彼は発表してくれますからね。そうですね。これ本の話ではなくて、ブログの、ゲイツノーツっていう、方で、紹介されてるんですけども、大体あそこで紹介される本ってベストセラーになるし、大体僕もね、読んでますね。やっぱりビル・ゲイツが、住んだ本で。やっぱ選書のセンスが素晴らしいですよね。そうですね。
例えば内藤さんどんな本が印象に残ってます？ゲイツおすすめで。いや、彼ってビジネス書だけじゃなくて結構幅広いじゃないですか。幅広いですね。一番印象に残ってるのはやっぱファクトフルネスですかね。ハンス・ロスリング、あ、そうですね。スウェーデンの公衆衛生学者ですけど、と、彼の娘さんとかも一緒に書いた本ですね。これ面白かったですね。そうですね。データを正しく見て世界を理解しようっていう、その本なんですけども、すごくなんか理性的で、なんかポジティブな本ですよね。なんかやっぱゲイツが紹介してくれたからこそ知る著者みたいなのもあって、ファクトフルネスも私はハンス・ロスリングの初めて知りましたし、あと個人的にはバーツラフ・シュミルって、結構エネルギーとか、人がいるじゃないですか。あの人なんかもやっぱゲイツが教えてくれなかったら読まなかったなっていうね。そうですね。他には何かあります？僕ね、エデュケーション。面白い本ですね。あれも面白いですよね。これはですね、厳格なモルモン教の家庭で学校に通わせてもらえなかったいわゆる宗教2世の、女性がそこの生活からこう抜け出して独学でケンブリッジ大学に行くっていうねノンフィクションなんですけど、この2つの世界の中での行ったり来たりがね大変なんですよね。あと結構やっぱりゲイツは科学本というかサイエンス系なんかのね目配りがすごいですよね。シットルダ・ムカジーの細胞っていう本が一番新しいのだと出てますけど、遺伝子っていう本も出してるし、ガンっていうのも出してるし、大体ムカジーの本は全部ビル・ゲイツおすすめで出してくるんですよね。だから本当に硬派な本なんかも割とね、進めてくれるんで。そうですね。非常に参考になりますね。で、やっぱりね、今回の自伝見ると、やっぱり彼がね、どうしてそういう本を好むのかっていうところも、繋がって見えてくるところっていうのがあって、やっぱり子供の頃から世界の仕組みを知りたいな、ということとか、正しく理解したいっていう欲求が人一倍強いんですよね。なるほど。そういう知識欲、知識への渇望みたいなのはあったんですね。だからやっぱりこの自伝読んだ後に彼のおすすめ本を読むとですね、あの時の少年の好奇心が今も続いてんだなみたいに繋がって見えてくるっていうね、これも読書好きにはたまらない体験なんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど。あっという間の時間でしたけれども、ビル・ゲイツの自伝、単なる成功物語じゃなくて成長の物語としても、あとビジネス戦記としても読めるという、非常に多様な読み方ができるような本なんだろうなという印象を受けました。そうですね。で、なおかつですね、この本なんで僕がね今読むべきかっていうふうにちょっと思うかっていう話をちょっと最後にしたいんですけども、やっぱりそのビル・ゲイツがね得意とした数の世界、ってあると思うんですよね。で、数の世界っていうのが今この AI の時代でまた大きく意味を変えているというふうに思うんですね。で、もともと数の数字っていうのは学問として何かを意味するものだったと。で、それが IT の時代になってプログラミングをするようになって、数が何かを実行するものになるわけじゃないですか。で、それが今 AI 時代になって数が何かを考えるものっていうふうに役割変わってってるわけですよね。なるほどなるほど。だからこういうターニングポイントって一つ前のターニングポイントのところに大きな頻度があったりするじゃないですか。だから数の変わってきたターニングポイントで昔どういうことがあったかっていうのがやっぱり今 AI 時代どういうふうに戦っていくのかみたいなところに対してもすごく参考になるようなところっていうのがあるんじゃないかなっていうところで、今非常にタイムリーで面白い何かヒントが得られるんじゃないかなっていうふうに思っています。特にここ数年、やっぱり AI 最初に出始めた時から最近だとやっぱりもうこいつ考えてんじゃないか何かをってちょっとこちらが錯覚するような、それぐらいのやっぱり進化をしてますもんね。で、この AI の進化に社会が追いついてってないじゃないですか。追いついてってない。それがね本当にこのビル・ゲイツのこの PC 黎明期と被ってくるっていうそういう面白さがありますね。なるほど、そうか。今から我々そんなところにちょっとこの本を参考にして飛び込んだら一儲けできますかね。いやだから AI 時代のビル・ゲイツがね今そこにいるかもしれないみたいな、我々じゃなくてね我々ではないですね。我々ではないのか残念だな。今の時代 AI の時代とも地続きになっているという、そういう物語としてもこれを位置づけることができるということですね。でしかもですねこれ全3巻のうちまだ1巻なんですよ。そうか。まだマイクロソフト帝国は
できてないんだ。そうですね。Windows はまだなんですよね。まだですよね。ここはあくまでも起動編であって、夜明け前。で、後の2巻でですね、彼がどういうふうに変わって、冷徹と言われるビジネスをですね、展開して巨大な帝国を築き上げていくのかっていうね。で、さらにそこからまあ慈善活動家に変わっていくっていうね。あとホップステップ2回ぐらい、2山ありますよ、これ。まあでもこの、まだそういうマイクロソフト帝国はまだこれからですけども、この、今日ご紹介したビル・ゲイツ辞典1ソースコード起動。これは、まあ、ある意味ビル・ゲイツの本質。そうですね。そこが描かれている原点が非常にここを押さえておきたいところですね。はい。はい、非常に楽しみです。楽しみですね。今回のビビリオジャム、ご紹介したのはビル・ゲイツ自伝1ソースコード起動でした。はい、本日の番組の収録は日本橋浜町にある浜ハウスというブックカフェよりお送りしました。次回はですね、栗下直也くんが、酔っ払いたちの日本近代を紹介します。ご期待ください。以上、内藤でした。首藤でした。また次回。